で、今日はですね、事業をやっていくときに、当然売上っていうのが上がって、はい。その事業をやっていく過程の中で、コストが出てきて、それ残ったのが利益っていう話なんですけど、はい。よく最近の世の中で、売上と利益のどっちが大事かっていう話が、私はよく聞くんですけど、村上さん、そういうのって聞いたことあります？誰かが話す、あるいは今の村上さんの会社で、売はい。上と利益がどっちが大事なんだとか、そういう話って聞いたことあります？あんまないですね。はい。はい。私ね、ちょっとインターネットで、売上と利益どっちが大事みたいな話で、Google とかで調べてみたんですけど、はい。大体ね、売上が大事っていう人もいれば、利うん。益が大事っていう人も結構いて、はい。で、いわゆる、鶏と卵のどっちが先かみたいな理論になったなと思ってるんですよ。はい。これね、実は、ものすごく回答としてはですね、ものすごく簡単な話で、はい。売上と利益どっちが大事かっていうと、売上なんですよね。うん。で、単純な話で、利益って売上がなければ、利益って上がらないんですよ。はい。売上がゼロの場合は、利益もゼロなんですよね。いわゆる事業外収入っていうのがあって、それで利益が出るっていうのはあるんですけど、はい。本当にその事業だけで考えていくと、売上がない場合は、利益は上がらないっていううことなんですん。よね。はい。はい。で、もう基本的には売上が大事っていうところなんですよ。はい。で、私もですね、例えば会社員の時に、例えばこうやりたいなって思うような仕事があって、で、それが、会社の判断で、その事業に関しては利益が低いんで、その仕事は取らないとかっていうのがあったりして、すごく悔しいなと思ったりした思いもあるし、で、今のコンサルの仕事だと、こう、新規投資、新規事業の人たちの仕事が多いんで、その新規事業を動かすかどうかっていうときに、それで新規事業計画とか、いわゆるビジネスプランみたいなのを立てていくんですけど、それで、利益率が低い、想定の利益率が低いんで、その新規事業が会社に認めてもらえないみたいなところがあるんですよね。うん。で、そのビジネスプランとか事業計画って基本的にはどうでもできるっていうのが、これちょっと私がね言ってしまうと、我々そういうところをやってたりするんであれですけど、利益が3年後に 5% 出ますよとか、3年後に 10% 出ますよとかって、その設定とか変えればどうでもなるんですよね。うん。なんで、それで利益率が低いから通らないっていうこと自体が私はちょっとよくわからないで、上げればいいじゃんって思うだけなんですけど、はい。真面目に、ビジネスプランを作って、それが低すぎるから、会社には認められないっていう、で、悔しい思いをしてるっていう人たちも結構いるんですよ。はい。で、私もこう、自分でこう事業をやるようになって、で、今思うのは、利益を出すって、こう、経験を積んでいくと、それなりにノウハウって出るというか、できはい。てくるんですね。はい。難しいのは、やっぱり売り上げを上げるっていうのが難しくて、で、うん。売り上げさえ上げれば、利益って多分経験を積んでいけば、はい。それなりに出てくるようになる、その改善していけばね、なるんですよね。はい。はい。なので、人を育てるっていう意味では、もう利益が出ると分かって、事業計画で利益が出ますっていうものをやるよりも、やってみないと分からない、利益は今低いけど、どうやって高い利益を上げていくんだっていうふうに人を育てるために、はい。利益率で仕事を選ぶというよりも、売上で、人を選ぶ方が社会のためにはいいのかなと思っうていて、ん。はい。でそもそもその利益重視っていうのが今世の中に多いんですけど、それって多分、私の想定なんですけど、売上がある社会の中にこう入ってきて、売上があるのが当然の人たちがやってる議論
なんですね。なので、今会社に入ったとすると、当然その会社って売り上げがあって、でそれが当然なわけじゃないですか。はい、でも過去においては、その売り上げを上げるのにどれだけ苦労したかっていうのは、そこでもうないわけじゃないですか、その経験値にね。はい、なので、日本の経済が成長率が低いって言われて、もう何十年も経ってるんですけど、利益重視のその考えっていうのが成長を妨げてる一つの要因だなっていうふうに私は思っていて、はい、今後ね、どんどんチャレンジしていく人を育てたいっていう意味であれば、利益重視よりも売り上げをどうやって上げていくんだっていうところを、重視していった方がいいと思ってます。はい。特にね、コンサルとして起業した場合、コンサルっていわゆるその事業経費ってそんなに多くないんですよ。はい、資格のうちはですね。で、我々の場合はもう本当に世界中に移動したりとか、で世界中でいろんな人たちとお付き合いがあるときに費用を払ったりって外注費っていうのは結構出てるんですけど、企業当初っていうのはそんなに外注費って出てこないと思うんで、あとは、売上をどういうふうに切り詰めて利益を上げるかっていう話になってくるんで、なのでもうコンサルとして起業した場合、利益はね、もう全く考えなくていいと思うんですよね。100円で受注しても自分が働けばいいだけなんで、その時間を費やすことによって他の売り上げが上がらないっていうことになれば、それは考えなきゃいけないですけど、まだ仕事が少ない間はもうとにかく取って仕事をもらって利益が低いとか、そういうことって逆に言えば自分の自信のなさの言い訳なんですよ。なので安いところで取って、とにかく頑張って、じゃあ次に少しずつお金を上げていって、で、何年かするとそういう案件でも利益が出るような体制になる、そういう経験を積んでいくっていうことが大事だと思います。コンサルってやっぱりできないというか、難しいことにチャレンジしていくっていうところがお客さんにも求められるところだし、企業としてのコンサル企業としての成長もそこが重要になってくると思うんで、コンサルでやる人は売上重視でやってほしいっていうことですね。利益はもう本当に考えなくて後から考えればいいと思ってます。はいはい、それで売り上げを上げてどんどん大きくなってもらって、自然と利益もついてくるし、いろんなお客さんもついてくると、そういうところですね。はい、さらにその利益が低いというよりも売り上げに気にせず、とにかく仕事をもらっていくっていうことで人との出会いってどんどん膨らんでいくんで、それも要はその人との出会いでのネットワークって資産っていうか、自分の価値になってくるんで、なので、変な言い訳はせずに、利益が低いとか、その予算がないとか、売り上げが安すぎるとか、そういうのは言い訳はもう後にして、仕事を全部取って、ありがたく全ての仕事を頑張ってやって、利益も長期的には利益を上げる、でいろんな人との関係を築いていく、それがベストかなと思ってます。はい、はい。